はい、こんにちは。今日はね、ロケットエンジンやっていきたいと思います。空中遺跡でゲットして少し使ってはみたんだけど、燃料がすぐ尽きちゃったんだよねで、あそこに見えてる空中遺跡はこの前行ったところなんだけど、あそこね、ヘリが置きっぱなしなんだよねなのでロケットエンジンであの空中遺跡まで飛びたいということで行ってみましょう。まず前回運んできた荷物がいっぱいあるので、要塞の近くまで運んできましょうかね。今回使うロケットエンジンと近いうちに使う雑品なんだけど、一番使うのはこいつ自身に積んでる電池かな。よし。で、燃料のニトロセルロースを作るには2ステップ必要なんだけど、まずは根酸を作るために硝石とイエロースライムの肉が必要ですね。イエロースライムの肉はある程度ストックがあるのでこれでいいとして、硝石はちょっと前に第2本拠地から輸送してきたんだけど、火薬のストックを作っちゃったのが今になってはちょっともったいなかったかな。ちなみにこの前のアップデートって緑のドローンスポナーから硝石が出るようになっていて、今2つあるので1つ潰すかは悩んだんだけど、こいつ捕獲するのが結構めんどくさいので大事に取っとくことにします。なので今回使える硝石はこれで全部です。よし。ではまず硝石とイエロースライムの肉を合わせると、根酸が出来上がりました。そしてこの根酸と枯れ草を合わせると、よし、ニトロセルロースが出来上がりました。ひとまず20キロ。最初にくっついてた燃料が12キロだったのでその 1.8 倍ですね。ひとまずこのくらいあれば十分というか、これが今回使える限界です。これをロケットエンジンにくっつけやすいように大きさを加工して、まあこんなもんかな。これで電気を流すと、かなり飛びますねっていうかやっぱし気持ちいいですねただこれであの空中遺跡まで届くかというと、ちょっと厳しいかな。距離があるので目測が難しいんだけど、この前飛び降りた感覚からすると半分くらいの高度な気がします。ここで作れる燃料はこれで全部なので、これじゃ無理か。いや、ニトロセルロースはこれだけなんだけど、うちには別のロケットがある。ロケットが実装される前はロケット推進を疑似的に再現したものをロケットって呼んでたんだけど、その中でも最新の自爆ドローンロケット、こいつの打ち上げ力は以前ご覧いただいた通りなんだけど、こいつとロケットエンジンの合わせ技でいけるんじゃないか。できるだけあの島に近い方がいいのと、今回は私が乗るために足場が必要なのでここに発射台を作ろうかな。
ドローン40個分で問題なく打ち上げができることを確認済みなんだけど、最大積載量は検証してないので、これに人間が乗った時に動くかどうかは不安ですね。重くなりすぎるとそもそも上に持ち上がらないなんてことになるはずなんだけど、まあ試してみないとわからないので、とりあえずやっちゃいましょうかよし、ひとまずこんなもんかな。被爆の仕組みは床が薄い草になってるので、何かを落として衝撃を与えると床が壊れて、そうするとドローンが水没して被爆するってな仕組みになってます。いざ。変な方向に吹っ飛んだりしないかどうかが心配だったんだけど、驚くぐらいほぼまっすぐに打ち上がってますね。自分へのダメージも大したことないので、かなりいい感じです。肝心の高さもいい感じで、さっきのロケットエンジンよりももう少し高いくらいで、これなら合わせ技で届きそうな気がします。ただこの衝撃でヘリポートがぶっ壊れちゃったのでちょっと発射台の位置を調整する必要があるかな。よし、これでいけるか。おおむね問題ないですね。発射角度とかも調整できればあっち方向に飛ぶこともできそうなんだけど、角度をつけた時の挙動が難しいことも分かってるので、ある程度運任せにした上でロケットエンジンで移動するってな作戦でいけるんじゃないかな。よし、じゃあロケットエンジンを持っていざ。自爆ドローンの衝撃って燃料が壊れちゃいますね。壊れるだけだったらまだいいんだけど、最悪誘爆したりするのって木の板で補強しとけばマシになるかな。もっと頑丈に作るって選択肢もあるんだけど、これね、ロケットエンジンの最大積載量が100キロってな研究結果が出てて、合計90キロぐらいで部品を増やすと空気抵抗も増えるし、あんまし重くするのは得策じゃなさそうなんだよね。まあ運次第では大丈夫そうなので、何回か試してみると。よし、いけ。ダメか。てかロケットエンジンで全然飛べてなかったような。念のため陸上でもっぺん試してみた感じ、ちゃんと動くので物自体には問題はなさそうですね。だとするとタイミングの問題か。落下が始まると加速度が発生するので、落下の挙動に入る前に上昇を始めないといけないはず。なかなか難しいな。っていうか本当にタイミングの問題か。なんかね、タイミングがうまくいったと思った時でも全然上昇できてないし、もっと言うと上昇できないにしても落下速度が減速しても良さそうなんだけど、それもなさそうなんだよね。なんなら映像的に一旦上昇に乗ってるように見える段階から途中で下降し始めるので、
ちょっとよくわかんないな。結構何度も試して最高にうまくいった時は空中遺跡に置きっぱなしのヘリが見えるところまでは行けたんだけど、これでも距離がかなり足りてないので、この辺が限界かな。足し算式にうまく動けば届きそうな感じはあるんだけど、どうにもうまく動かないし、今回は手詰まりかな。残念だけど別の作戦を考えることにして仕切り直しにしましょう。ということで、一応ロケットエンジンとしては動かして遊ぶことはできたんだけど、ヘリの回収はうまくいきませんでした。発想自体は悪くなかったと思うんだけどなこれね、うまく飛べてない原因は正直よく分かってないんだけど、私が何か見落としてるか、世界の断りがおかしいかで、もし後者だったら創造心が何とかしてくれるんじゃないかなあとね、こんな感じでブボボブボボって不安定になることがあって、初めて使った時もこんな感じだったので、その時は接触が悪かったのかなって思ってたんだけど、どうも接触に問題がなくてもたまにこういう動きをすることがあって、いっぺんロードしたら治るので、これは世界が悪いのかも。まあそれはいいとして、単純にヘリを回収したいだけだったらドローンロケットの数を増やせば届く可能性がゼロではないし、他の乗り物もあるのでいくらでもやりようはあるんだけど、何にしても今回はロケットエンジンが主役だったので、一旦仕切り直しですね。で、単純に燃料を増やせばいけそうだし、その調達も含めていろいろやるべきことはあるんだけど、タイミング的にちょうど年末なので先に進む前に今年やってきたことを振り返ってみましょうか。ということで、次回は2023年総集編前編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。